んにちは、一人介護のりょうさんです。先日お伝えしましたが、恥ずかしながらまた胃ろうが抜けてしまいました。その後どうなったかについてお伝えします。胃ろうが抜けたのは2回目でしたし、時間は午前中でしたので、時間的に大丈夫、なんとかなるよねと正直前回より心の余裕があった私です。しかしスムーズにいくと思っていた胃ろうの再挿入、当日は病院のご都合で行えず、穴が開いたまま一晩自宅で過ごすという思わぬ展開に。そんなケースもあるんですね。とっても大変でしたけど、とっても勉強になりました。本日はお腹に穴が開いたまま一晩の乗り越え方についてお送りします。前回抜けた時に作成した動画の情報よりさらに勉強になる出来事がたくさんありましたので、現在胃ろうがある方や医療関係者の方はいつか役に立つ情報かと思います。前回の動画の内容と重複するところもありますが、大事なことですので再確認していただけると良いかなと思います。また前回お伝えした内容より新しい情報もありますので、ぜひ最後までご視聴ください。今回は胃粘膜が損傷し出血してしまいました。胃の内側の粘膜が傷ついて出血すると、時に出血性ショックを起こすことがあると何かで読んだことがありましたので心配でした。穴から出てくる消化液や出血が多くて、応急処置として臨時で挿入したバッグには一晩で 300ml 以上出てきました。そんなこんなでハラハラな一夜を過ごしました。次の順でお送りします。1、胃ろうが抜けた時やるべき一番大事なこと。2、お腹に穴が開いた状態での一晩の乗り越え方。それではスタート。1、胃ろうが抜けた時やるべき一番大事なこと。結論から言うと、胃ろう周囲の皮膚の保護です。胃ろう関係者の方であれば、胃ろうが抜けたら抜けた穴が小さくなって塞がっていくので、一刻も早く穴が塞がないようにしなきゃと連想するのが一般的かと思います。これはもちろんその通りです。カテーテルが抜けると穴は時間とともに縮小し、最終的には閉じてしまいます。人間の体に備わる力ってすごいですよね。そうなると新しいカテーテルを入れることが難しくなります。まずは発見した時点で手持ちのもので胃ろうのチューブが入っていた穴を確保します。この作業は指導されているご家族、介護施設のスタッフ、訪問看護師などどなたでも大丈夫と言われています。もちろん管を入れる前にちゃんとお医者様と看護師さんに連絡をし、指示をいただいて行います。前回もお伝えしましたが、胃ろうがありご自宅で介護をなさっている方やそのご家族は万が一に備えて訪問看護師さんと打ち合わせしておくのをお勧めします。ところで穴が塞がないように何を入れるのですよね。では次に何が代用できるかご紹介します。皮膚の穴の確保。できれば新しいバルーン型のカテーテルが望ましいと言われています。ない場合は、ない場合がほとんどだと思います。その場合挿入しておくのは膀胱留置用のカテーテル。これはおしっこの管とバッグのこと。吸引用のサクションチューブ。これは痰を取るための管のこと。自宅ではストローなどでも代用可能と言われています。がしかし実際問題、ストローでは簡単に抜けてきてしまうと思います。サイズはなるべく抜かれたものに近い太さが望ましいですが、近い太さってないんですよね。2回も経験した私がおすすめするのはバルーンパック、おしっこの管とバッグです。その理由は次の通りたくさんあります。ストローや痰を取るための管よりも太さがある。ストローや痰を取るための管は素材がツルツルなので抜けやすく固定がしにくい。おしっこの管とバッグがついていれば胃の中の液体がバッグに流れるため穴から漏れる量が減る。よって液体が皮膚を溶かしたり
服を汚すのを減らせる。扱いがより安全で楽。以下は看護師さんにお伝えしたいので、ちょっと難しい表現で失礼します。胃の中でバルーンカテーテルのバルーン、風船が膨らんで止まることによって、内側から穴を塞いで漏れが減らせる。排液の管理が楽。出血や消化液が多い場合はドレナージ、排液できる。前回の動画でもおしっこの管、バルーンカテーテルを入れて対処したのですが、その時はわざわざ管の途中を切ってゴマ結びをして管の長さを短くしたのです。それをご紹介してしまいましたので訂正させてください。膀胱用のバルーンカテーテルを挿入した場合、切ったりせずにそのまま留置で大丈夫でした。こちらももちろん自己判断せず、医師の指示をいただいて行いましたので誤解されませぬようお願いします。入れる時の注意点。大体は6センチ程度挿入で十分と言われています。1、2センチの挿入では短すぎて胃内に到達してないことがあり、お腹の壁を傷つけたりトラブルの原因になるので慎重に行います。医療者さんから見ると胃ろう抜去は命に関わらない場合が多いので、そんなに緊迫して対応しなくてもという感覚かもしれません。ですが、抜けてしまったご本人やご家族はとっても動揺しています。ご家族で行っても良いとは言われていますが、もし看護師さんのスケジュールに余裕があり、可能であれば看護師さんが駆けつけて処置をしていただいた方が、ご本人もご家族もとっても安心だと思います。ただでさえ胃ろうが抜けて動揺しているので、看護師さんの顔を見るだけで安心されると思います。私も訪問看護師さんが駆けつけてくださってほっとしましたし、とっても心強かったです。話は戻りますが、管が挿入できたら再度抜けないようにテープで固定します。と言っても実際に行ってみて思ったのは、穴から胃液が出たり、カテーテル、管より穴が大きいので入れた管がスルスル抜けてきてしまいます。また今回も片手で管を持って抜けないようにして、片手で各担当者に連絡するために携帯電話を操作しなければならないというとても困難な状況でした。今思いついたのですが、こういう時、携帯の機能の Siri って便利ですね。Hey Siri、ケアマネさんに電話をかけてって言えばかけてくれる。また話がそれましたので戻りますが、腹圧といってお腹の力で押し出されてしまい、固定したテープが剥がれてきたり管が抜けたりしました。もし一般の方がされるなら難しいなと感じました。次に、お腹に穴が開いた状態での一晩の乗り越え方。乗り越えるポイントは、胃液からお腹の皮膚を守ることです。これは1の胃ろうが抜けた時やるべき一番大事なことと同じですね。そうなんです。結局、お腹の表面の皮膚を守ってあげることが大事です。胃ろうの挿入はお医者さんにお任せするしかありませんし、胃ろうの穴は先ほどのおしっこの管、バルーンカテーテルで対応してありますので、よほど問題はないです。その後に問題なのは、穴と管の隙間から漏れる消化液で皮膚が溶けてしまうことです。消化液で皮膚がただれるまでの時間はほんの数分、数十分と短いです。私が看護師さんやケアマネさんと連絡を取っている間に、あっという間に皮膚が赤くなりだし、そしてあっという間に皮が溶け悪化しました。恐るべし消化液です。それはそうですよね。私たちが食べる焼肉のお肉も溶かしてくれるんだから。前回胃ろうが抜けた時に一番大変だったのは皮膚のただれでした。一度溶けた皮膚はなかなか治りませんでしたし、
何より痛みを伴うので最小限にとどめなくてはいけません。皮膚の守り方は防水として皮膚に保護用テープを貼って守っておくことです。とはいえ、皮膚を守るテープを常備している一般家庭は少ないと思います。皮膚が保護できるテープはないかと考えました。私が思いついたのは、この日胃ろうが使えず点滴での水分補給となったため、往診先から点滴セットをお借りしていました。この点滴を入れる時の一式のセットの中に、点滴の針を固定するためのテープがあるのを思い出しました。看護師さんがこれをご覧になられると、なんともったいないテープの使い方と思われる方もいると思いますが、これしかなかったんです。私もこれを代用しながら、こんなに使ってと後で看護師さんに怒られるんじゃないかと、使おうかやめようか躊躇しながら使いました。使ったことがある方はご存知かと思いますが、これペラペラで扱いにくいんです。言い訳ですが、貼っている最中も胃液が漏れ続けているので、片手で拭きつつ貼るのに苦労しました。胃液がつくと粘着力がなくなり剥がれてきてしまいます。見た目は大変美しくはありませんが、なんとか貼れました。薄い透明のテープになっているので水を弾きます。胃ろうの周りを広範囲に保護することをお勧めします。ちなみに後に使用させていただいたことを看護師さんにお伝えしましたが、いいよいいよ気にしないで、それでカバーしてくれてよかったと優しいお言葉をいただきました。救われますね。さて、テープで皮膚を保護できたのは良いですが、漏れが止まったわけではないので油断してはいけません。夜の間、じわりじわり漏れ続けましたので、こまめにガーゼで吸い取りました。ガーゼもったいないし追いつかないから一回タオルで巻いてみたりもしましたが、タオルでは細かいところに届かないので、結局はガーゼで吸い取るのが一番でした。ガーゼを常備しておいてよかったです。そしてすでに皮膚が1枚溶けてしまった部分にはイソジンシュガー、Uパスタを塗り治療しました。これで朝を迎えたかと思ったらそうではなくて、まだまだ続きがあって、先ほど保護するために貼った透明テープ、時間の経過とともに隙間に消化液や血液が入って剥がれてきました。貼り替えなければいけません。すでに胃ろうで弱くなっている皮膚を破かないように慎重に剥がすのも冷や汗ものでした。貼り替えるとはいえ、先ほど使った点滴の固定用のテープもうないし、そこで次に思いついたのは、私の手荒れの赤切れ用に使っている傷パワーパッドでした。こんな感じです。そしてずいぶん昔に購入したことのある透明テープがあることを思い出して探し出してきました。こんな感じです。とはいえ、これ果たして普通の方々ができるのだろうかと。まとめ。胃ろうが抜けた時のポイント。1、医師や看護師に連絡、指示をいただく。2、ケアマネさんに連絡、病院に行くなら介護タクシーを依頼。3、胃ろうの穴が塞がないように管などを入れる。4、漏れによる皮膚のただれ予防。皮膚が荒れ出す前にテープを貼って予防することが大事です。荒れてしまってから保護テープを貼ると、今度そのテープを剥がすときに皮膚までついてきてしまい、余計に傷を悪化させるのでご注意ください。イソジンシュガーは前回胃ろうが抜けた時の動画で、父のただれがひどいことにお気づきになられた視聴者様から、イソジンシュガーを試してみてはと教えていただいたものです。主治医にその旨お伝えし、使ってみたらとてもよく効きました。人や傷の程度によりますが、もしもの時のために知識として知っておかれるのは良いと思います。おかげさまで結果的に皮膚の荒れはこの程度でとどめることができました。翌日の皮膚はこんな感じです。綺麗ですね。胃ろうが抜けたことでいろいろな方々にご迷惑をおかけし、またお世話になったことにとっても感謝しています。
今回もまた改めていろいろな方の助けをいただいて生きているのだと再々認識しました。本当にありがとうございました。3度目はないように気をつけていきます。この情報が皆さんのお役に立てたら嬉しいです。長らくご視聴ありがとうございました。それではまた。